無事韓国のソウルキンポ空港に到着しました。 T マネーを持ってるので今から、空港鉄道でソウル市内に向かうんですけど、ただお金がね多分いくら入ってるかちょっとわかんないので、一旦2000円ぐらい換金してから、地下鉄の方に向かおうかなと思います。空港の中でもこんな感じでなんか eSIM とか借りれるんですね。私は今回9点で eSIM を買いました。890円ぐらいだったかな、4日間で。ここで現金を下ろします。無事換金しました。2000円渡してレートが835で16,700ウォンということで、だいたい100円計算したら1670円ですね。今日本円が弱いので。ではこれからこの空港鉄道 ALX かなに乗って、シティに向かいます。問題は T マネーにいくら入ってるかなんですよね。空港から、シティまでは160円ぐらいで行けるんですよね。韓国の電車ってめちゃくちゃ安いんですよ。初乗り140円とかで乗れます。ちなみに金浦に着いたのが11時20分ぐらいなんですけど、そこから入国審査まで1時間半ぐらいかかったので、もう今だいたい1時ぐらいです。こんなにかかると思わなかったので、これから韓国行く人、金浦だからかもしれないですけど、この分の時間も考えてスケジュール組んだ方がいいんじゃないかなと思いました。こんな感じでサインが出てます。右ですね。地図で見たら結構歩くなと思ったんですけど、こんな感じで歩く歩道を見たくなってるので、意外と結構楽々空港の中の駅まで行けそうです。電車の本数は結構こんな感じで、10分に1本ぐらいの間隔で出てます。機械を発見したので T マネーにいくら入ってるか確認します。日本語、チャージ850ウォンしか入ってなかった。これが日本のスイカみたいな、カードになっていて、850ウォン入ってたので6000ウォン追加しました。なんで今685円ぐらいですね、入ってます。こんな感じで駅の中にはセブンイレブンが入ってるので、こういうところでT マネーとか買えます。こんな感じでサインが書いてあるので、こっちですね。これでソウル駅まで向かいます。通過できました。ソウルステーション書いてありますね。なんかもう久しぶりすぎて全然なんかもう初めてのソウルみたいな感覚です。ここにソウル駅行きって日本語で書いてあるので、こっちのプラットフォームから向かいます。韓国の自販機も Apple Pay と普通のクレジットカードのタップ使えるんですね。だいたい130円とか200円ぐらいです。ソウル駅到着です。ここから、4番出口に向かってホテルにね歩いて向かいます。無事ソウル駅の、4番出口にたどり着き、ようやく外にやってきました。ソウルのね駅の中は本当に東京駅みたいにめちゃくちゃ中を歩きました。出口がねいっぱいあるので、本当にソウル駅の中は広いですね。今普通に歩道があったんですけど、車は止まってくれなかったので、そのシーンをね見て思い出しました。韓国の人たち運転めちゃくちゃ荒いんですよね。昔来た時タクシーに乗った時に本当になんかもう超スピード出されて怖かったなっていうのを思い出しました。今回宿泊するのは、最寄り駅は、シティホール市長の駅になるんですけど、そこから歩いて8分ぐらいかなのホテルグレイスリーソウルに宿泊します。そこ日系のホテルなのですごくね安心だし綺麗だと聞いているので、すごく楽しみです。こんな感じで出店じゃないですけど、韓国こういう屋台みたいなのイメージありますね。なんかやってますね、韓国っぽい。広い通りにやってきました。もうねホテル見えました。こっからフレーザープレイスの後ろにホテルだけ見えてるところが今回宿泊するホテルグレイスリーソウルです。
見えてきました。今回宿泊するホテルグレイスリーソウルです。しかも建物の中にスタバが入ってるんですね。1階にはコンビニも入ってます。めっちゃ便利。早速日本語で上げてるやつがすごい人がいっぱいいる。ご案内以上になっておりますけれども、ちょっと有名なところとかございますでしょうか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。無事チェックインできました。お部屋が空いてるということで30分前に入れました。2030。すごい綺麗。到着しました。こちらです。今日から1泊オープン。めっちゃ綺麗。では私も今入ったので、今から一緒にルームツアーしたいと思います。もう入ってすぐめちゃくちゃ綺麗。やばい、テンションめっちゃ上がります。ここなんだろう、トイレかな。お手洗いですね。すごい。お手洗い、これちゃんとウォシュレット式のトイレですね。そしてトイレとお風呂場が別なんですよ。すごくないですか？バスタブ付きです。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープが付いてます。ボディースポンジもついてますね。で、こっち側が洗面台になってます。コーヒーとヘアブラシ、シャワーキャップ、綿棒、コットンがついてます。そしてタオルもね、2枚ついていて、パジャマもね、ちゃんとついてます。そしてヘアドライヤーもついていて、さっきコテをね、借りれたんですよね、無料で。ストレートアイロンとくるくるアイロン、どっちでもいいって言ってました。で、これが紅茶。電気ケトルもついてます。そしてここが冷蔵庫ですね。お水も2本ついてます。そしてこちらがお部屋です。めっちゃ綺麗。そしてここに大きいテレビもついていて、空気清浄機もついていて、このベッドとベッドの真ん中にこういうなんていうのかな、テーブルがあるんですね。だいたいベッドくっついてて、こういうテーブルって端っこにあるパターンが多いと思うんですけど、このお部屋タイプはこんな感じで、真ん中にテーブルと椅子があります。面白い。そして最上階なんですよ。じゃーん。景色がすごい。そしてソウルタワーが見えます。ちょっとこの画面越しじゃ見づらいかもしれないんですけど、肉眼だとね、ナムサンタワーが色づいててすごく綺麗です。夜きっとライトアップすると思います。そちらもお見せしますね。いや、これはめっちゃいいですね。ソウル駅からも歩いて15分20分ぐらいだったんですけど、そんなに苦なく歩けました。意外とあっという間でしたね。ホテルのお部屋からはちょうど南出分市場が見えます。本当に歩いてすぐの距離にありますね。もう本当にこの下のここからずっとここまっすぐ行くと、この辺が全部何でも市場になってます。すごいね、安い市場で、今も行く人いるのかな。結構やっぱり市場なんでいろいろ安いんですよね。偽物とかもあったりするかもしれないんですけど、すごい栄えてる市場でよく行ってました。後でちょっと行ってみようと思います。ベッドの横には USB-C と普通の差し込む日本タイプのね、110V 用のと、あとは韓国の丸穴2つがあります。で、こっち側には USB-C のケーブル2つ分と、テレビの下はこんな感じで、ここにも一応日本製の差し込むのついてるんですけど、携帯の 110V のは OK って感じですね。ドライヤーとかはダメです。で、これが温度調節ですね。ここでタッチで調節する感じです。しかも日本語で書いてあるのがめちゃくちゃいいですね。電話もね、日本語なんですよね。日本のホテルにいるみたい。で、ここのね、扉が多分動かせるんですよね。やっぱり。ここで、寝室と洗面台とかを区切ってるっていう感じなんですけど、ここユニットバスじゃない代わりに、ここね、バスルーム開けたら、すぐもうお風呂場なんですよ。だから、ここですぐ出たらもう、なんていうんですか、通路みたいな感じなんで、ここに仕切りがあるっていう感じだと思います。お部屋にはリセッシュがついていて、ハンガーもついてます。
あとアイロン台もあるし、もちろんセキュリティボックスもついていて、ここにね、スリッパも2つちゃんとついてます。はい。ということで、ホテルグレイスリーソウルに到着しました。ここまでね、キャリーケースを持ってくるのちょっと大変だったんですけど、でもね、ホテルが本当に良すぎて、もう一気に疲れが吹っ飛びました。ここのホテルなんですけど、2018年の8月にできたので、まあ今年2024年なんで、6年ぐらいは経ってるんですけど、全然そんな6年経ってる感じがしないぐらい新築のような本当に綺麗なホテルになっていて、2023年には楽天のトラベルアワードを受賞してるらしいです。お部屋の広さも22平米あって、トイレとバスタブが別々の独立型なのがめちゃくちゃいいなと思いました。やっぱり旅のね、疲れを癒すにはトイレとバスタブがね、別っていうのが個人的にはすごく嬉しいポイントだなと思います。何でもまでも徒歩3分というね、すごい高立地のホテルになっているので、韓国の雰囲気をね、味わえるマーケットが近くにあるのはすごくいいなと思ったし、ミョンドンまでも歩いて15分ぐらいの距離にあるので、すごく立地は便利です。ホテルのチェックインの時も、韓国人の方なんですけど、日本語ね、すごく上手で、日本語スタッフのね、方が対応してくださったので、本当にここ韓国かなっていうような気持ちになりました。なので、言葉が通じるかなっていう不安にね、思う方もいると思うんですけど、そういうのも全然ホテルのチェックインの時は問題なくチェックインできました。で、今からちょっと何でものね、市場の方をちょっとプラプラして、ミョンドンの方にちょっと早めの夜ご飯をね、もうお腹空いたんで食べに行ってこようかなと思います。で、その後はちょっとミョンドンの周辺の、今の様子だったりとか、あとは大きいね、ダイソーがね、10段階建てのダイソーがあったりとか、日本の松清みたいな薬局みたいな感じのオリーブヤングの本店がね、ミョンドンにできたということで、そこも行ってみたいなと思います。なので、ソウルでホテル探し検討している方は、ぜひこちらのホテルグレースリーソウル候補でね、検討してみてください。今回ご招待で、宿泊させていただいてるんですけど、本当に、そういう案件抜きで心からお勧めできるホテルだなと思いました。ということで、今から街歩きに行ってきます。なんでも市場に到着しました。ここの入り口のゲート2のところ、すごい人が並んでると思ったら有名な野菜ホットクがありました。なんでみんなここにすごい並んでます。ほぼ多分日本人なんじゃないかなと思います。ここのね市場まだちょっと時間帯が早いんでそんなにお店出てないんですけど、でもこんな感じで出店が出てたりとか、あとは敷地内というか建物の中に物がいっぱい売ってたりとかします。昔来た時とあんまり変わってない気がします。でもすごいたくさんこんな感じでいっぱいお店が出てます。地元の人がすごい買ってるここのホットク屋さんのハニーホットク買ってみたいと思います。ハニーホットク하나 주세요。ハニーホットクね。감사합니다。イエーイ、ホットクハニーホットクゲットしました。美味しそう。ホットクの中にごまが入ってます。あとハニー、黒蜜かな。すごいいい匂いがする。いただきます。あったかい。レッドビーンズもあるらしいんですけど、私はハニーにしました。韓国着いて初のご飯が、ホットクでした。めっちゃ美味しかったです。やっぱり地元の人が結構フラッと入ってるお店は間違いないですね。本当に選んでよかったです。ということで次はミョンドンの方に行きます。ミョンドンの方に到着しました。ここが5番出口のところですね。まだ多分4時5時ぐらいだからそんなに人はいないです。ミョンドン到着です。これがめちゃくちゃでかいオリアンか。みんなすごいショップバッグ買ってますね。5時ぐらいの人の数はこんな感じですね。屋台もちらほら出て、そんなにお客さんはいっぱいいないかなって感じです。
ちょっとお腹空いたので先にご飯食べに行こうと思います。今日行こうかなと思ってるのが2023年4年に、ミシュランガイドを受賞したもう本当に定番なんですけど、ミョンドン餃子に行きたいと思います。私こんなに有名なのに行ったことないんですよね。だからちょっとどれだけ美味しい、みんな美味しいって言うから1回は食べておきたいなと思って行ってみたいと思います。ここソラリア西鉄ホテル、前回来た時に泊まった日系のまた別のホテルでミョンドンの中心にあるホテルです。ここもめっちゃ良かったです。そして到着しました。目の前にあったなんて知らなかった。1100円ぐらいで食べれるっぽいので入ってみます。機械で注文するんですね。なるほど。日本語カルグクス1プロジェクト。ミョンドン餃子ごちそうさまでした。なんか個人的にミシュラン獲得してたって言ってたけど、また行きたいかって言われるとちょっと私のタイプではなかったかなっていう感じです。そんな感じで、ミョンドンのね夜の街を歩きたいと思います。さっきより人増えましたね。私が行きたいと思ってた洋服のお店、めっちゃかわいい。続いてこちら、次ブルーエレファントに来ました。これサングラス、メガネがめっちゃ安いらしいんですよね。4000円ぐらいで買えるらしいです。ここめちゃくちゃ大きいニューニューアクセサリーがめっちゃあるらしいんですよね。ちょっと見てみます。すごいたくさん、かわいい、めっちゃある。携帯につける持つところのやつめっちゃある。350円。今日のパックを調達しに来ました。ちょっといろいろ見比べてから買いたいと思います。今オリアンで買い物を軽くしたので、中国のね有名なハイティーっているここのねフルーツティーですね、ちょっと来ました。Can I have mango grapefruit fruit? How about ice and sweet mix? こんな感じでレシートに番号が書いてあるので、ここをね見てチェックする感じです。サイズは1サイズです。今ホテルに戻ってきたので、さっき買ったこのハイティーね飲みたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しい。めっちゃマンゴーだ。甘さは控えめにしたんですけど、全然ちょうどいいです。でマンゴーがちょっと濃いけど、ね、マンゴー好きな人は絶対好きだと思います。これまだ日本に上陸してなくて、この間オーストラリアのメルボルン行った時にすごい並んでたんですよ、ここのお店。だからすごい気になってて、今回韓国であったのでちょっと気になって行ってみました。もし見つけたら買ってみてください。おはようございます。今日は韓国ソウル2日目の朝です。ちょっと今日は曇ってるんですけど、曇りのうち晴れになっているので、多分午後から晴れるみたいです。お部屋からのね、日中の曇ってる感じでも意外とすごい景色がいい感じです。ということで今から朝食に行ってきます。
それでは朝食いただきます。さすがの韓国梨ジュースがありました。美味しい。かぼちゃのねおかゆもあったんですよね。おかゆ大好きだからめっちゃ美味しい。いろんなおかゆの種類ありました。4種類5種類ぐらいあったかな。結構韓国のご飯が多いなと思いました。日系のホテルなんで日本食の方がもしかしたら多いかなと思ったけど、やっぱりここ韓国なんで韓国に旅行来てるっていうのを味合わせてくれる日系ホテルだけど韓国料理を朝からいろいろ食べられるっていうのはいいなと思いました。しかも自分でビビンバとか作れるのですごく楽しいですよね。こういう韓国ならではのお餅、お餅ですね。で中に小豆みたいなこしあんが入ってます。今、ホテルグレイスリーソウルのチェックアウトをしたので、これから、次のホテルに向かいたいと思います。次は本当にミョンドンの駅に直結しているホテルなので、よりね、交通の便はいいかと思うんですけど、ちょっと古そうなんでそこは心配なんですが、それもちょっとお届けしたいと思います。到着しました。今日から1泊するホテルミリオレで、ここで一旦自分でロッカーに荷物を預ける感じです。宿泊者は無料らしいんですけど、どうやって預けるんだ。荷物を入れたらシャープじゃないこのアスタリスクを押して数字ですね。で今鍵がかかりました。でここに使用中の札を貼るらしいです。無事荷物を預けられたので、これから、ミョンドンから地下鉄に乗ってアングっていうエリアの方に向かいます。すごいめっちゃローカル感。今から行くのはすごい人気なミルトーストっていう、ベーカリーなんですけど、混んでる気がするんですよね。すぐ入れないとしても何分ぐらいかかるかちょっとチェックしたいですね。ここかな。並んでる。到着です。お店のメニューはこんな感じで、パンですね。食パンかな、トースト系が多いんですけど、私は今回このスチーム食パンを頼みたいと思います。無事入店できました。すごいお店の雰囲気は素敵です。10分ぐらいで入れました。意外と前にね4組ぐらい待ってたんですけど、多分流れが良かったんだと思います。ちょうどランチ終わりぐらいだったので、1時ぐらいに来るとちょうどいいタイミングで入れるかもしれないです。で、メニューはこんな感じですね。さっき携帯に載ってたのと同じ感じです。ちゃんと日本語も載ってます。でたまたまネイバーでアイスコーヒーのねクーポンが無料配布であったのでダウンロードしてみました。ネイバーは意外とクーポンとかもあるっぽいので、事前にチェックしてみてください。クーポンみたいなね画面がねあったんですよね。ごちそうさまでした。念願の、パンを食べることができてめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひねアングのエリアに来る際は行ってみてください。本当に並ぶ価値あるぐらい美味しかったです。はい、ということで次のスポットに向かいます。めっちゃいろんなお店がある。すごい。今アングクの駅の方に向かってるんですけど、すごい紅葉が綺麗ですね。今日天気がちょっと曇ってるので
まさになんかもう冬の寒々しい空っていう感じなんですけど、で今歩いて向かってるエリアの方なんですけど、カフェとか、もちろん多いエリアになっていて、雑貨屋さんとかヴィンテージの、洋服とか結構いろいろ買い物とか人気のエリアみたいです。でも歩いていてやっぱり日本人は多いなと思いました。結構日本語がいろいろなところから聞こえてきます。そして今向かってる観光エリア、1箇所だけすごい有名な観光スポットに行こうとしていて、そこ行ったことあるんですけど、すごい昔に行ったので、もう一回ね、ザ・韓国っていう感じの景色を見に行けたらなと思って向かってます。ちょっと観光地に向かう前に寄りたいところがあって、ここのオニオンっていうパン屋さんなんですけど、ここもすごく人気でめっちゃ混んでるって聞いたんですよね。でもそんなに並んでないかも。ここです。昔ながらの韓国の建物のカフェなんですけど、でも並んでますね、やっぱり。でも想像よりは並んでないか。ただイートインに並んでて持ち帰りはいけそうです。思ったよりは並んでなかったんですけど、今ちょっとパン食べたばっかりなので、一旦観光スポットに向かいます。ここかな、どこかな、この辺にあるこれだな、多分このお店もすごいなんか人気なんですよね。餃子がすごい人気のお店になってます。ここも行こうと思ってピンつけてたんですよね。この建物です。ここのまんじゅうがすごい美味しいらしいんですよね。ただ今からちょっと3時間ぐらい準備時間に入っちゃうので食べれなくなるんですけど、時間ある人はぜひ行ってみてください。あともう一つ行きたいと思っていたロンドンベーグルミュージアムも今のマンドゥの近くのお店にあったんですけど、すっごい並んでます。順番待ち多分してるんだと思うんですけど、すごい人。ただここのベーグルめちゃくちゃ有名らしいので、もうちょっとね、明日明後日ぐらいに早起きして来ようかなと思います。こんな感じでバスツアーはここに泊まって、こんな感じでツアーが始まるので、もうこのエリア全体が結構お土産屋さんとかもあるから、エリア一帯が観光スポットになってますね。ザ・観光地って感じです。この辺すごいチマジョゴリ着てる人もたくさんいます。多分みんな日本でいう着物着たりとか浴衣着たりして回るっていう感じのエリアなんですね。こうやって人が実際住んでるからなんていうんですか、静かにしてねっていうサインがいっぱいありますね。この辺に来るとアジアの観光客だけじゃなくて、本当に世界からいろんな人が来てるなっていう感じです。坂がすごい。ここだ。到着。めっちゃ人いる。すごい。一気にこの坂道に人がめちゃくちゃ密集してます。見えるかな。個人で来てる人から団体で来てる人まで本当にたくさんいます。でもなんかこんな感じだったかな、昔来た時。みんな壁で写真を撮ってます。こんな感じでスタッフの方とかも立ってます。多分上から見た景色が綺麗なんだと思うんですけど、私はこの写真だけを撮りに来ました。これが一番マックス上まで来た景色って感じかな。では後ろ振り返ります。じゃーん、こんな感じです。奥にソウルタワーが見えますね。こっちもあるんだ。通りによってちょっと雰囲気が違いますね。でもさっきのところが多分一番大きい通りになるのかな。ここもすごいいい雰囲気です。ここに5時から10時までって書いてあるってことは、その時間多分来れないってことなのかなと思いました。だから実質の営業時間は朝10時から夕方5時までっていう感じですかね。本当にこの辺一帯がもうこういうお家なんですね。多分こんなにゆっくり見たのは初めてな気がします。私も本当に韓国ドラマに出てくるような世界ですよね。多分住んでる人たちからしたら大声で一日中外が騒がしかったら嫌ですよね。この辺は本当に坂が多いですね。すごい。向こうの方に塀が見えると思うんですけど、このエリアとか向こう側にあるエリアはキョンボックンのエリアです。
ちょっと高台にあるので景色がねよく見えます。この奥の方には山が見えます。すごい、なんかちょっと札幌みたいですね。なんか街があって山に囲まれてるみたいな感じが。ウェディングフォト撮ってます。かわいい。寒そう。今下に降りてきたらワッペンのお店見つけました。今これ若い子の間で流行ってるやつですよね。名前とかつけれるやつ、こんな感じで作れるらしいです。種類めっちゃある。かわいい。すごいいっぱいある。これで300円ぐらい。すごい、めっちゃ細かい。で何につけるのか選ぶんですね。カバンでもいいし、こういうキーホルダーでもいいしって感じで、こうやってハングルでもね作れます。でも多分こういう紐みたいなのにつける人が多い気がします。なんかYouTuber のはるちゃんもこれで作ってた気がします。こうやって歩いてると帽子とか本当に安くて1000円とかで売ってるんですよね。1000円以下もあったりします。下に降りてきたら結構店舗一個一個のお店が多いですね。このエリアは安国の隣の駅はキョンボックンっていう多分世界遺産に登録されてるのかなの、駅ですぐねこの壁の向こう側にあります。ここもすごい観光スポットとして人気の場所ですね。美術館があるんですね。そしてすごいみんなチマチョゴリ来た人たちが出てくる。なんかここだけ吹き抜けで見たら全然違う国みたい。すごい一気に開けた通りにやってきました。ここがキョンボックンの正面の、門ですね。そしてここ今なんかすごいロータリーみたく大きい道路になってるんですけど、ここをずっと左にまっすぐ行くとソウル駅につながるみたいです。だからなんかすごいなんていうのかな、ここを中心にしてる感覚がありますね。韓国の旗がいっぱいあります。ここもなんか広場見たくなってて、ここ一気に近代的になってますね。この後どうしようかなって思ったんですけど、歩いて18分ぐらいのところに行きたかったコーヒー屋さんがあるので、そこに向かおうかなと思います。せっかくここまで来たのでちょっと中に入ってみます。中に入るといっても多分この門のところは普通に入れると思うんですよね。すごい色がカラフル。なんか昔はこういう細部にちゃんと注目してみなかった気がするから、今こうやって来てみるとまたちょっと違う感覚になりますね。あそこで入場料を買ってこの中に入るっていう感じなんですね。この真ん中に立った時の後ろのバックの山の感じがすごくないですか？こっち側は全然高い建物がないので、何もね景観を邪魔してないのがすごいなと思います。片やね反対向いたらビルばっかりですからね。ジョンマウルっていう市場みたいな通りに来ました。ここもお店が多そうです。この近くにトソッチョンっていう有名なサムゲタンのお店があります。今4時なんで時間的にちょっと夜ご飯には早いんですよね。すごいなんかまたちょっと違う雰囲気の通りです。なんかちょっとディープな感じ。到着しました。ここのカフェです。かわいい。ということでフラットホワイト見つけたのでフラットホワイトにしようかな。寒いからね。よいしょ。Can I have flat white? いただきます。オーストラリアで飲んだやつの方が美味しいかも。なんかちょっとだけ酸味があるかな。今から新世界のところでクリスマスのイルミネーションやってるということで、ちょっと見に行っておきたいと思います。ここのビルの広告もすごいですね。めちゃめちゃ大きいです。ここの新世界のところで 3D のね大きいスクリーンがあるんですけど、ここでクリスマスの
イルミネーションみたいなプロジェクションをやってるので、皆さんにもちょっとお届けします。ここがミョンドンの何階建てだろう、10何階建てのダイソーです。ダイソーといえばね、日本のダイソーなんですけど、ソウルのミョンドンにあるダイソーもねすごいらしいんですよね。2階3階5階がちょっと行ってみたいエリアなので行ってみたいと思います。多分ね撮影ダメだった気がするんですよね。2階が美容アクセサリー、3階が文具、5階が食品っていう感じなので、ちょっと行ってみたいと思います。今回宿泊するのは749ですね。めっちゃ古そう、マジで匂いが古いし暗いし。749、こっちか。ホーンテッドマンションみたい。お部屋ここです。よいしょ。今日から2泊するお部屋はこちらのお部屋です。でも思っていた以上に綺麗ですね。中はよかった。そしてテレビはここ。リノベーションしてるのかな。なんとなく綺麗感はありますね。でここに小さいテーブルがあって、でここに電気ケトルがありました。よかった。でここに冷蔵庫があります。お水は2本ついてるんですね。今日チェックアウトしたホテルもついてたんですけど、やっぱりどこも水はあるんですね。そしてここがバスルームです。お手洗いとシャワーはこんな感じで、今日はバスタブなしでシャワーだけのお部屋になります。ここが洗面台です。ドライヤーは固定式で、本当にコップもないですね。歯ブラシとかアメニティもないんですけど、最低限の石鹸だけになります。今コンビニ行って買ってきました。今日の夜ご飯は、海苔巻きキンパと、あとヨーグルト、ずっと気になってたビオット食べてみたいと思います。ちなみに3個で、4000ウォンだったので割とお得でした。あとこれもね、1プラス1だったので2個買いました。コンビニで海苔巻き買ったんですけど、開けたらこんな感じでもう切れてました。私かぶりつくんだと思ったんですけど、すごい美味しそう。いただきます。続いてはこのビオットっていうヨーグルトです。皆さんおなじみのこんな感じです。このヨーグルトの中にこのチョコをね入れて食べます。わお、美味しそう。いろいろ入ってます。これも